いただいてよろしい？あ、いいですよ。ありがとうございます。Hi there, I'm Aline from the Peko Peko team. I want to tell you the story of your Peko Peko box. You will discover the items we choose, who makes them, how they are made, and why we selected them. In this video, we travel in Japan to the quiet town of Joge. 株式会社国広屋っていうお菓子屋をしております前原光一と言います。その隣のお菓子屋さんがもうお年を取られてもう限界だからやめるって言われて、でもこんなお菓子ってもう日本探しても多分ないと思うんですね。でそのお菓子がなくなるっていうのはもう僕のスーパーしてる商売はどこでもやってるけども、このお菓子はもうどこにもないお菓子だからこれなくすのも絶対もったいないよって思って、一から丁寧に教えてもらって、だからケーキっていうのは卵と小麦粉とからお砂糖とバター、はい、これだけあればケーキっていうのは焼けるんですね。そうですね、でうちのケーキはその後に洋酒のシロップっていうのを作ってそれに浸すんです。ブランデーの方もちょっと説明してもらっていいですか？これがブランデーです。こっちがラム酒ね。これをこう合わせてミックスして、でオリゴ糖っていうお砂糖をお水を入れて炊いて柔らかくしたものへこれを入れてっていうのが洋酒のシロップ、うちのね。そうなんですね。それは別のプロセスで。そうです。そうです。なるほど。なぜブランディーとライム酒にしたとかわかりますか？最初は他の例えばウイスキーでやってみたけど美味しくなかったから他のお酒やってみてで結局ブランディーとライム酒になりましたとか。っていうよりもやっぱりケーキ焼くのにブランデーを使うんですね。でそれがやっぱりベースにあって、でもいい香りがするお酒ってないだろうかなっていうところでラム酒を使われたんで、日本でもここしか売ってないよっていうとても希少な高級なラム酒を今使ってます。それぐらい香りのいいものっていうお酒っていうと今のラム酒の今うちが使ってるラム酒はもう最高級。この洋酒ケーキの歴史とかいつから始まりましたか？そうですね、この洋酒ケーキっていうお菓子を考えられた方が、曽根俊之さんっていうちょうど私のうちの隣でお菓子屋をされてたんですよ。でその方が、昭和36年ぐらいにこのお菓子を考案されて、それからですからもう60年ぐらいな歴史のあるお菓子です。じゃあ、今焼き上がったケーキ、これをカットしていきますね。それちょっと見ていてください。拝見します。うちのケーキは原材料で一番たくさん使っているのが卵です。大切にしてますね。でこの上下町の隣に世羅町っていうところがあるんですけども、
そちらの高原卵、新鮮な高原卵を使って焼いてます。ケーキ食べるとき、飲み物とかのペアリングは何がおすすめですか？もうそれはもうコーヒー紅茶ですね。うん。だから先代が始めた頃は日本人ってやっぱお茶におまんじゅうっていう文化だったんですよ。それがこうだんだんこう、外国の影響を受けたりして日本人もコーヒー紅茶を飲むようになって、ケーキにコーヒーでこういうふうにね焼けるんですね。ふわふわしそうなうん感じや。でこれを小さくカットしていきます。からまたこのケーキがねやっぱり後から分かったんだけど少し特殊なカステラケーキで生地がねとても複雑なんです。だからちょっと焼くのがね難しいんですね。でもまあなんとか。いただいてよろしい？ああいいですよ。ありがとうございます。お墨付きって言ったらいいのかね。先代さんからこれならもう一人で頑張ってもいいんじゃないかって言っていただけたんで今こうやって継がしてもらってます。先代さんの教えを身につけた時から今まではどれくらい？だからもう14年ぐらいですかね。ちょっと手がねベタベタになるかもわかんないけど、でたっぷり入れるのは、詳しく教えてください。あなんでこんなにたっぷりにこう。それはね先代が考えたんですけどもね、もう香りがするだけだったらもうどこにでもあるしそんなに美味しくないし、だからフランスにねサバランっていう焼き菓子があるんですけども、それもパンみたいなものにアルコなんだ洋酒のシロップをしますお菓子。それをヒントにこの日本にはカステラっていうものがあったので、そうですね、最初は似てたと思いましたけれども、全然結局違いますよね。でそのカステラにその洋酒のシロップをたっぷりとしましてみたら美味しかったんで作ったお菓子です。じゃあいただいてよろしいですか？はい、食べてみてください。すごいね。それでも硬く丈夫ですね。ああそう。たっぷり塗っても、ね、そこがねそこがとても大事なんですよ。だからたっぷりしましたらねこのカステラがトロンとなっちゃうんだけど、そうならない感じで、でもじゃあカステラが硬いのかって言ったら硬くないでしょ。硬くない、ふわふわ。ふわふわ。そこがね絶妙なんです。丈夫なんだけど柔らかい。そうですね。で最初の生地の考え方からこの丈夫に立つようにできてるんですね。そうそこがねうちの技術です。ああそれはすごい。秘密をばらさないでください。他にはないケーキだと思う。そこは唯一無二。そう。でだからそれははっきり言うと比較的にアルコールのお酒の部分が非常に多いケーキになりますよね。でもね最終商品は。でもね香りを大切にしてるシロップです。いいですね。だからアルコールの度数よりもお酒の香りをとっても大切にしてるから、お酒がすごく入ってるようなんだけど度数はすごく低い。なるほどね。子供でも食べれないことはないと思いますよ。いいですね。はい。じゃあね、こっちが始まるようですから、ちょっとこっち行ってみましょうか。ここが包装のところですね。そうですね。ここが最終的に製品になってる状態です。
一つ一つになって、それをパックに入れたり、それから綺麗に。こういう箱にしたりね、綺麗な。ね、こういうのにいろいろな大きさになって。1日でちっちゃいパッケージは何個ぐらい作りますか？そうですね、だいたい1日6000個ぐらいかな。で販売してるのはこのサイズだけですか？それとももっと大きく発売する？もうそのサイズだけです。はい。もっと大きいのは考えたことないですか？ああ、反対にね、日本の人はもっと小さいのを作ってもらえないかっていう、一口で食べてしまえる。もう50年以上、もう大方60年だね、このケーキができてから。もうずっとこのスタイルですから。それであとチョコレート？期間限定でこういうチョコレート、あ、そう。これを出します。まだ発売してないんですけども、あ、そうなんもうですか。今月の中頃から期間限定で。期間限定で中のケーキはチョコレートケーキ。中はチョコレートケーキです。でもロムのブランデーのまだ残ってるでしょ。そう、ブランデーのシロップをつけたチョコレートケーキ。チョコレートケーキ。それはやっぱグルメすぎてもう見たくない。お腹すくしちゃうから。っていうのが、あ、ブランデーはでも果物がちょっとオレンジの味がするオレンんじゃないですか。ジオレンジと合うんいいですか？合いそう。合いそうなんか合いそう。じゃあ今度オレンジのバージョン考えてみます。検討させていただくと幸いです。ありがとうございます。いいですね。じゃあなんか上下のこと全く知らない人になんか上下どんな街って説明したらアピール。住んでると、銀山街道の宿場町だったとか、唯一この田舎に大観所があったっていう。あとはアピールは洋酒ケーキ食べるために上下に来なくちゃいけないです。というのもメリットに。まあそうですね、洋酒ケーキっていうお菓子を作ってるところを見てもらうっていうのもいいかもわかんない。